はい、皆さんこんにちは。今回は実写素材を劣化した 8mm フィルムに変換する方法を解説します。まずは傷や汚れといったフィルム特有のノイズを生成します。新規コンポジション、名前を 8mm フィルター、サイズ 1920-1080、シェイプレイヤー長方形ツール、名前をライン、長方形パス、サイズ41080、塗り飲みしてカラーを白、エフェクトスタイライズラフエッジを適用し、エッジを不規則にします。1004、エッジのシャープネス 0.5、スケール50、展開にエクスプレッションを記述し、不連続な揺れを表現します。新規ヌルを作成。名前をポイント1。両方のレイヤーをアクティブ、P を押して1を開き、ラインの位置にエクスプレッション、変数 P にポイント1の位置を取得、横方向に起点からプラスマイナス300ピクセルを正規分布でランダムさせたいので、 P の X からガウスランダムでマイナス300から300、 Y はプロパティの値をバリューで取得します。エフェクトエクスプレッション制御、レイヤー制御をかけて後で紐付けられるポイントを選択できるようにします。レイヤー部分をピックウィップでレイヤーコントロールのレイヤーに変更。レイヤーをポイント1にします。これでポイント1に紐付けられました。ポスタライズタイムで頻度を調整します。ラインをコマンド D で複製して線の傷の密度を増やします。増やした線を少し細くします。コンポジションの端の方にラインを走らせたいので、ポイント1を右にずらします。すべて選択して複製。新しくできたラインのレイヤー制御のレイヤーをポイント2にします。これでポイント2に紐付けられました。ポイント2を左側にずらします。これで画面中央に集中しない縦線のノイズができました。次にグランジを作ります。新規平面、名前をグランジ、エフェクトノイズ&グレインフラクタルノイズをかけます。フラクタルの種類、土、反転にチェックを入れて、コントラスト800、展開にエクスプレッションでポスタライズタイム8、ランダム0から1万、エフェクトキーイング
アンマルトで黒い部分を抜きます。フラクタルノイズの明るさで汚れの大きさを調整します。これで 8mm フィルターの完成になります。動画素材に合成します。新規コンポジション。名前をメインコンプ。動画素材をぶち込みます。実写素材に対して経年劣化を加えます。新規調整レイヤー。名前をオールド。色あせたいのでエフェクト、カラー補正、トライトーンを、ミッドトーンをセピアや黄ばんだ色味に設定し、元の画像とブレンドでなじませます。さらにエフェクト、カラー補正、色かぶり補正もかけてサイドの落ちた古い質感を追い込みます。昔のフィルムの感じにするために解像度をぼかしで下げて映写機の不安定さを加えます。新規調整レイヤー。名前をブラー。エフェクトブラー&シャープ、ブラーガウスをかけて、ブラーにエクスプレッション、ポスタライズタイム10、ガウスランダム 6,12。エフェクトカラー補正、露出量。露出にエクスプレッション、ウィグル 6,0.5。これによりピントが常に甘くかつ不安定に揺れる映写機の特性を再現しました。 8mm フィルターをぶち込みます。動画素材を複製。名前をラインノイズ。トラックマットで 8mm フィルターを選択。描画モードを乗算。エフェクト、カラー補正、トーンカーブでノイズの濃さを調整します。ノイズを足します。新規調整レイヤー。名前をノイズ。エフェクトノイズ&グレイン、ノイズ。カラーノイズを使用のチェックを外して、量12。画面比率を4対3にします。黒の新規平面をコンポジションサイズで作成。白の新規平面を4対3にして縦横比を固定にチェック。縦を1080にします。黒い平面をトラックマットで白い平面で抜いて反転します。フィルムがゲートを通る際のガタつき、枠の震えを表現します。白い平面にエフェクト、スタイライズ、ラフエッジ。1050。エッジのシャープネス 0.7。フラクタルの影響 0.8。スケール200。展開。ポスタライズタイム10、ランダム0から1万。
エフェクトブラー&シャープ、ブラーガウス、ブラー10で枠に揺らぎをつけます。白い平面の高さを調整。レンズの特性である四隅の暗化を加えます。新規調整レイヤー。名前をビニェット。エフェクトスタイライズ CC ビニェットをかけます。最後に 8mm なのでフレームレートを18まで落とします。新規調整レイヤー。名前を 18fps。 エフェクト時間ポスタリゼーション時間をかけてフレームレートを18にします。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。